こんにちは。旅と鉄道のチャンネルです。今回はジオラマ制作の第12回目、ダムの放水を表現していきたいと思います。初めてこのシリーズをご覧になられる方は、最初から見ていただければすごくありがたいんですが、ちょっと12作もあるんで簡単に説明しますと、初期の段階はこんな感じでございます。中央のアーチの部分はグリーンマックスの水平橋脚という商品を使っておりますが、残りは全てプラ板で製作しております。その後ダムの円堤の部分はグレーに塗装しまして、こちらは土手を製作しております。使っている材料はジオベースという粘土になりまして、ご覧の通り手につかない素材ですので作業がはかどりやすく、個人的にお気に入りの商品でございます。では土手の方はこんな感じになりました。こちらも後ほど塗装したいと思いますが、先に川底を塗装していきます。この辺り3作前のこちらの動画と被りますので、ある程度割愛させていただきますが、使ってるのは加藤の水底カラーネイビーブルーという色になります。上流の方はアクリルの白でちょっと薄めましてスカイブルー的な色にしております。それで2段階のグラデーションを設けて深さが変わる表現としております。その後パウダーやら砂利、小石などを配置いたしまして形を整え、その後この前に霧吹きをしておりますけれども、木工用ボンド水溶液で固めているところでございます。ここまでが3作前の動画でお届けしたところになりまして、ここからが新たな展開となります。まずは透明レジンを流していきます。このタイプは A の主材と B の硬化剤を1対1の割合で混ぜて使うタイプです。同じ量をこのように測りまして、別の大きめの容器で混ぜていきます。ちょっと動画編集の都合で3倍速にしておりまして、人の限界を超えた速度で回しておりますけれども、実際にはこのような感じで泡立たないようゆっくり混ぜるというのが重要でございます。このレジンの作り方についても何度も動画にしておりますが、湯煎をして温めてゆっくり5分ぐらい時間をかけて混ぜるというのがわずかなことですがうまくいく秘訣だと思います。では流していっておりますが、かなり浅いところに流しておりますので、流すというよりも塗るというようなイメージでいいかと思います。ちょっとした注意点としましては、この岸辺に当たるようなところはこんな風に平らになるべくならしておくということでございます。その後下流の方、この画面の手前の方まで全て流したわけなんですが、ちょっと動画編集の都合上中央のダムのあたりだけ今回はお届けしたいと思います。ではダムの放水しぶきの表現を作っていきたいと思います。こちらは透明プラ板の代わりにお弁当の蓋を使っております。それで次は綿を用意します。これはジオラマ造形シートというこちらの商品の余ったところを利用しておりますが、これに限らず綿のような白い繊維素材であれば何でも利用できると思います。ではプラ板に見せかけたお弁当の蓋を切ったところにジェルメディウムを塗っていきます。その上にこの綿を敷いていくというか並べていきます。ちょっとこの作業は綿も下の板も結構動いちゃうんで、押さえながら忍耐強く作業をする以外の
他にアドバイスはありませんといったところでございます。それができましたら、透明の板をジェルメディウムをちょっと塗って、要はサンドウィッチ状態にするっていうことです。この時の分厚さは極端に分厚くなくて、1ミリぐらいですかね。そんな感じで、この後ははみ出した綿をハサミでカットしていきます。この時に下の滝壺のようなところだけ残しておきます。次にこれを貼り付けていくわけですが、その前に形が合うかどうか確認しております。合わせる基準が滝の放水口のところのレベルに合わせるという感じで、下の滝壺の方は少し空間が空いたとしても、この後別の方法で制作していきますので問題ないということでございます。一応参考までに作業の内容を申し上げますと、こちらのお弁当の蓋を使った短冊状の板は12セット必要なので合計24枚。サイズの方は長さが 5.5 センチ、幅は1センチとなっております。チャンネル登録よろしく。では続きまして川の流れの表現です。使っている素材はいつも通りですが、ジェルメディウムとなります。これを塗り広げるというよりも筆先の部分だけを使って叩いて伸ばしていくというようなイメージで、最初はちょっと粗めですがずっと叩いていくことによって、こんな感じに細かい波にしていくということでございます。続いては波しぶきの表現です。使ってるのは加藤の白波カラーとアクリルの白をだいたい1対1で混ぜたような色に、それから薄め液で若干薄めた感じのものを使っております。色が乗りすぎないように爪楊枝なんかでまず着色して、それを乾いた筆でちょっと伸ばすような形で処理しております。この時あまり一気に作業を進めますと乾いてうまくいきませんので、何回か分けてやるということです。それから革の縁になりますけども、レジンは丸みを帯びたような感じで固まりますので、ちょっと端がね低くなるんで、それをこんな風に補って、ついでにエアブラシのエアを使って波の表現も作っております。一応この時使った素材はモットポッチと言いまして、ジェルメディウムに比べますと少し柔らかめのジェル系の素材となります。この素材も乾きますと透明になりますので、今はやったばっかりなので白いですが、時間が経ちますと透明に変わっていきます。で、だいたい川の方の流れはこんな感じとしております。続いては放水口の水の流れを表現していきます。いろんなダムを見ましたけれども、緩やかに流れていってる滝はこんな感じの流れ方をするのが一部ありまして、今回はそれを表現しております。ちょっとね動画の撮り方が下手くそなんですけども、筆で小刻みに言うんですかね、追いやるような感じですかね。それを繰り返しやっていくことで表現しております。その後ちょっといろいろありまして、滝壺の部分をカットしました。それからちょっとね動画を撮るのを忘れてしまいましたが、ドライブラシの手法を用いて白く塗装しております。それでここから滝壺を作っていきますが、ちょっと分かりづらいんですが、このダムの下に敷いてるのはビニール袋、ナイロンといった方がいいですかね。これを2センチぐらい手前に出したような形で貼り付けて、
そこにジェルミディウムを持っていきます。放水口の真下はちょっと前まで持ってくる感じですかね。間は少し控えめにしておきます。この時私はせっかちなので1回で作業をかなり進めてしまっておりますが、あまり一気にやろうとしますと先に作ったところを崩してしまうようなことにもなりますので、ちょっとだけ作っては固まるのを待って再度持っていく方がうまくいくかと思います。ではできたダムを現地に持ってきまして、今は川のしぶきの色を塗装しております。ドライブラシでも塗料を割と残し気味にしたような、そんな感じで叩くように塗っていきます。それでちょっと塗りすぎのようなところは綿棒を使いまして拭き取るというよりも鳴らすというようなイメージで、この時注意点としては川の流れに従って一方向に作業をするというのがコツでございます。あとしぶきの出る場所としては岩の後ろ側になるとこですけども、基本的にドライブラシでやる方が無難なんですが、ちょっとね時間がかかりすぎるんで、こんな風にもうある程度色をのせて、あとは綿棒で伸ばしていくというような手法で作業をしております。では最後に滝壺の表現をしていきたいと思います。使っているのは先ほど紹介したモッドポッチ。これをちょっと多めな感じでこんな風に塗っていきます。その後はエアブラシの風を利用して波の形を形成していきます。最後は波しぶきの白をのせていきます。ここも割と強気で色をのせて、余分なところは後から綿棒で拭き取っていきます。ここも流れの方向に従ってこんな感じに一方向に作業をするといいと思います。では峡谷の方が出来上がりました。手前の方はちょっと今回動画にしておりませんが、次回以降お届けさせていただく予定でございます。ダムの方は上に手すりもつけましてこんな風になりました。横の鉄橋側はこんな感じでございます。それからこちらの滝ですが、これを作るのにかなり手こずりまして、この模様は次回詳しくお届けしたいと思います。ということで最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。次回の動画でお会いいたしましょう。あと、チャンネル登録もよろしくお願いします。